こんちは。4G 初めから攻略パート39です。前回は臨界ブラキディオスと極限ガララーシュを攻略しました。今回は8冊目で解禁されたモンスの狩猟にあたり、新しい武器を作っていくよ。いよいよあの武器種に手を出します。根気のいる作業ですが、頑張りましょう。というわけで、サムネにもある通り、ダラソウ中根を作っていくよ。まずは上位の原種を周回します。とはいえ、尻尾切ってサブタゲ期間を繰り返します。最終的に亜種素材で強化となりますが、それまでに原種の特定の上位素材をめっちゃ使います。これだね、蛇王竜の美覚。結構悪名高き素材じゃないかな。入手経路は尻尾剥ぎ取り 75% と下半身破壊で 70% ですね。一応、強化への基本報酬 8% に含まれますが、周回が面倒すぎるので、基本は尻尾マラソンします。これの面倒なところは要求数なんだよね。なんと、全部で11個も必要になる。ということで、ハギマスをつけて、ひたすら尻尾切りだよ。蛇の竜王相手に、おつまみ感覚で会いに行こう。あと、美覚ほどじゃないですが、千羽後も面倒です。背中破壊をしつつ、地道に行きましょう。最後は、頭壊してサブタゲ期間ね。贅沢なことやってるよな。で、原種が終わったら、亜種も周回します。とはいえ、こっちは原種よりはるかに楽です。亜種のストッパーは大先人だが、サブタゲがちょうど背中破壊なんだよな。普通にやってると背中って殴りづらいんだけど、実はダウンを取れば簡単に殴ることができるよ。慣れると1、2分で周回できます。まずは胸ダウンを狙っていきましょう。ダウン来たね。そしたら一番高いとこまで登って。上の段からなら双剣でもギリギリ届きます。破壊王や弱徳があると安定すると思います。動画の装備は竜属性に真打ち技物ですが、これでもダウン2回で壊しきることができます。ちゃんと背中の方を向いて攻撃しようね。それと途中で落ちないようにしよう。胸破壊のダウンが終わったら、今度は壁ナイフダウンを狙いに行きます。今いた段に張り付いてボタンを押すだけだよ。この巨体にナイフ1本でどうこうできるのかと思うが。エフェクトもめっちゃ控えめですね。あ、ダウン来ましたね。そんなにショックだったんでしょうか。こいつは豆腐メンタルだというのが当チャンネルの見解だ。多分注射とか苦手なタイプだろうな。筋肉めちゃくちゃついてる人でも注射苦手だったりするからね。ピクリとも動きませんね。はい、OK ですね。1分42秒でサブタゲクリアできました。実はララコンを作るだけならサブタゲのみで OK だよ。報酬で皮も出てくれるからね。最終強化には竜神玉を使うが、実は弾も背中破壊とサブタゲ報酬で出るぞ。さ、それではいよいよ武器作成といきましょうか。よーし、あとは作るだけだ。と言っても、こっからも集中力が必要だが。虫餌は旅団ポイントと交換してるので高コスト。さらに一度与えた餌は元に戻せませんね。4G の猟中はエキス延長一択だからね。餌の量とかミスると取り返しつかないよ。事前に必要な餌の量を控えて、セーブしてから一気に強化まで行った方がいいね。当然、モンスターの素材も戻りませんからね。また美覚11個集めるのは勘弁ですよ。さて、動画の方では上位の最終強化まで来ました。混戦一体の薙刀ヤマタです。4時代、エアリアルを除いて、総中根は全部これでいいと言われた武器だね。ただ、4時代は延長虫なんてなかったから、4G で作り直す羽目になったけどね。足りない素材を集めてきました。鬼人薬やら怪力の眼薬やら、たくさん必要です。総中根は作るのがとにかく高コストなんだよね。レベルアップごとに金も取られるから。最終強化までに50万飛ぶとかザラだよ。汎用素材でストップ食らったりするし。攻略中に使えなかったのはこれが理由ですね。中途半端な虫だと戦力も心もとないですし。で、今度は堅牢な潮流骨が足りないと、あと一歩なんですが。くそ、素材の確認が甘かった。すぐ集めてこよう。やっとゴールだよ。長かったな。定着ダラサルターレですね。リベなし環境ではここで打ち止めとなります。ただ、この段階でも延長虫にはできますし、武器のスペック自体も非常に優秀です。実は、ペダント倍率10、爆破20しか変わらんのよね。白毛の長さで使い勝手は全然違うが。とりあえず作る汎用武器としては相当優秀な部類だよ。あ、そうそう。
極限強化はできないので注意です。最終強化じゃありませんからね。何はともあれ、無事エキス延長にもできたね。これで事前準備は完璧。ほいじゃ、スキルも揃えてきますかね。とりあえずこういう構成になりました。防具はこれまでに作ったものしか使っていません。闘魂樹に使うブラキの腕集めがだるかった。腕破壊 60% とかやめましょうよ。確かに大変でしたね。それじゃあ、狩猟の方行きましょうか。よーし、それじゃあ古文書オカムやっていこうか。大長老が進化がどうこう言ってたやつだね。ブラキと違って特殊個体というわけではないんですが、ちょっと変わったクエストとなっていますね。さっき組んだスキルがヒントになってます。ララサルターレで通用するでしょうかね。作るの苦労したから活躍してほしいな。それじゃあ、行ってみよう。さて、始まりは通常クエストと一緒ですが、今、挑戦者が発動しましたね。つまり、最初から起こってるということです。このクエに出るウカムは、常に怒り状態になってるよ。周回所上位にアカムの強化クエがあるんだが、それと同じ仕様だね。特殊個体とか恐竜化ほど変化はないんですが、純粋にステータスが強化される形ですね。一番強化を実感するのは削りによるダメージだね。前足がかすっただけで2割くらい減るよ。大技はもちろんめちゃくちゃ体力持っていかれるね。古文書の名に恥じぬ難易度と言えるだろう。ただし、付け入る隙はいくつかあります。わかりやすい対策の一つが挑戦者ですね。挑戦者2があれば、常時、倍率プラス25と会心プラス 20% です。これは、ぜひつけておきたいスキルです。しかも、ウカムって怒り状態中は、防御に 0.9 倍の補正がかかるんだよね。なので、意外と防御面は脆くなってるよ。火力で早めに押し切っちゃうのが、おすすめの対策法だな。基本的な立ち回りとしては、常に後ろ側に陣取って、尻尾、足、腹を攻撃していきます。このクエ、報酬はうまくもなんともないので、倒すことだけに集中した方がいいです。属性武器に限らず、後ろ足でいいと思うね。肉質は硬いけど、ダウン耐性は低いよ。気をつけるべきは、振り向きながら顎ですくう攻撃だね。あれだけは食らわないようにしよう。あれ、打ち上げ効果ついてますからね。追撃で落ちるリスクがかなり高いです。対策としては、殴った後に完全に腹下に潜ることだね。真後ろから密着してると、回避で潜り込みやすい。真横から足を殴ってると回避不能になりますからね。ある程度のところで攻撃を止めるのも重要です。今のシーンは、まさにそれだったね。欲張って攻撃してたら、確定でもらってたよ。前述の通りで、ダメージ自体はしっかり足りてる。前のめりになりすぎないことが重要だ。一定の集中力を保ち続ける必要がありますからね。大技でペースを満たされないようにしたいです。念のためだが、方向動作に近づきすぎないのも大事だな。小耳をつけてはいるが、ダメージ判定は消せないからね。降ってくる氷塊もかなり危険ですからね。これも即落ちにつながります。一応、尻尾から緑エキスが取れるから、ちまちま回復しておくと多少楽になるよ。まあ、削りダメージすら吸収しきれないが。というより、緑が取れる範囲がかなり広いので、意図せず回収できちゃうケースが多いんですけどね。大々エキスを取ろうとして緑が取れた、というのがあるあるパターンです。大々の判定は腹や首になってるんだが、結構潜り込まないと取れないんだよね。腹下に見えても尻尾の付け根判定だったりして、3色揃えるのも意外に苦労するよ。赤エキスですら若干リスクありますもんね。振り向きにうまく虫を当てないといけません。それにしてもめちゃくちゃ普通に立ち回れてますね。そうだね、少し切れ味が足りてない感はあるが、ダメージが足りてない様子は全くないな。これで最終強化じゃないってのが恐ろしいよ。ドラコンはどの段階でも強いんだな。攻撃力だけなら極限強化したブラキコンやバルカンコンと並んでますからね。匠なしのブラキコンとほぼ同じスペックだからね。爆破属性値は多少劣ってるが、3力あれば十分だし。何よりもペダンに強化できるのがでかい。将来有望すぎるな。よーし、ここいらでノリでも狙いますか。ノリの有用性は、可もなく不可もなくって感じでしたね。乗っといてなんですけど。弱点の頭を殴れる貴重な機会ではあるんですが、切断45しか通りませんし。まあね、殴れる時間自体はそんなに長くないし、この時間で後ろ足をこかしてるのとあまり変わらなそう。でも、無駄ってことはないだろうから、
1回くらいなら狙ってもいいと思うよ。このクエのウカム、体力ってどれくらいなんでしょうね。定数ダメージの有用性が気になります。ノリは100ダメだからほぼ誤差として、爆破は300ダメージ入るね。基準の体力は一般モンスの倍くらいあるけど、爆破の有用性はそこそこ高そうな気がする。爆破の耐性上昇は大きめですが、総中根の手数ならあまり困らなさそうですね。非属性以外で立ち回るなら爆破は有力な選択肢かも。とはいえ、武器倍率が高いこと前提だけどね。4G の爆破は強力なものが多いが。テオ武器みたいな爆破属性特化のものさえ避ければ、物理性能が優秀なものが揃ってますよね。代表的なのはバルカンかブラキ武器ですが、一部の武器種でダラ武器も入ってきます。そのダラ武器も基本は覚醒が必要なんだが、スラークと総中根は覚醒不要で爆破がつくね。総中根が強力なのは MH4 からずっと変わらずだよ。強属性瓶のスラークのことは気にするな。ダラコンは切れ味面でも妙に優遇されてるんですよね。他武器だと最終強化でダラさるくらいの白毛なんですが、MH4 では発掘の代わりで納得できましたけど、結局 4G の最後まで強いままでした。強力な武器があるのはありがたいことだけどね。ペダンの存在で 4G 総中根は地位を保ってると思うよ。はい、一旦キャンプに退避してきました。決戦場系クエストおなじみですね。いつ来てもここは安心するな。ホットドリンクやら砥石やらゆったり使っていこう。打ち消しも地味に助かりました。氷やられ中は先行突進避けづらいですからね。避けられなくはないけど、だいぶシビアになるね。心配なら持ち込んでおくといいかも。あ、地形が変動しました。こうなると少しだるくなります。実質戦えるエリアが狭くなるからね。先行が避けづらくなって困るよ。ウカムはウカムでたまに崖上に行っちゃうし、追いかけるのも手間なんだよな。変動時に行動キャンセルされるのも鬱陶しいんですよね。モーション中無敵なのはまだいいですけど。逆に被弾せず助かるケースもあるけどね。基本的には邪魔な方が勝つな。しかし、やっぱり削りが痛いですね。2、3回食らうと危険水域です。とにかく体力は高く保つことが重要だね。防御650近くあれば、ブレス以外で映ることはない。一発アウトがないだけまだやりやすいよ。支給品もあるし。さて、今度は先行突進ですね。ウカム戦はこれを安定して対応するのが何より重要です。とにかく暇さえあれば潜ってくるからねこいつ。反撃チャンス少ないし、面倒な攻撃だよ。常に怒り状態なので、氷塊の対処が必須になってますね。ただ左右に走るだけでは対応しきれません。氷塊は必ず左右交互に出てくるので、直前に出た方向に向かって走りましょう。コツとしては、思い切りよく後ろ側に抜けることだね。横に離れようとすると、かえって危ないよ。この攻撃は本当に頻度が高くて、一戦で何十回も対応する必要があります。地上に出たと思ったら、すぐまた先行に移ることもザラです。寝ぼけてても対処できるくらいでないといけません。この攻撃、結構浮かむ側が出し得になってるよね。もうちょい後隙あったらよかったんだが。あ、ひるみで食い止めることができました。これたまにありますね。少し得した気分になるよな。結局その後すぐ潜っちゃうんだけど。潜っちゃうもんは仕方ないですね。冷静に一回一回対処していきましょう。さて、時間は15分割に突入して少し経ちました。特に変わり映えしない戦闘が続きます。おい、しれっと崖を無視していくな。お前だけずるすぎるだろ。氷の壁に自然に突っ込んでいきましたね。体格を考えればわからなくもないですが。しかしこの戦闘、あとどれくらいで終わるんだろうな。体力が多そうな感じはするが。ひるみはかなり発生してるので、ダメージが通ってる感触はあるんですがね。ひるみやすさとタイムはあまり関連がないので、終わってみないとわかりません。いつ終わるかわからないと精神的に来るんだよな。常に慎重に行かないといけないし。1回クリアしたクエストって2回目以降は楽ですよね。人間、終わりが見えてると頑張れたりしますので。それって確か動物実験でも同じような結果出てたよな。ゴールが見えてるってのは大事なんだろう。ふむ、また転倒ひるみです。こうしてると順調そうに見えますが。弱ってるか判別できないからな。適宜キャンプに戻りつつ慎重にやろう。ですね、慌てず騒がず。よし、体勢整えてきたぞ。ここまで来たらとことん付き合ってやる。やることは変わりません。足をチクチク狙っていきます。終わりましたよ。思ったり早かったです。
20分以内で終われたのマジか。25分くらいは覚悟してたんだけど。いや、これはダラサルターレの強さ出たね。最低限のスキルで強化ウカム20分かよ。若干、ウカム相手は厳しいかとも思ってましたけどね。作って大正解でした。これはしばらく、汎用コンはダラサルで良さそうです。よっしゃ、テンション上がってきた。もうちょっとダラサルくんと遊んでみよう。ということで、ここからはダラサルくんと遊ぼうのコーナー。せっかくなので、素材交換の解放クエを消化します。まずは、手始めに恐竜カールセルタスのクエやるよ。恐竜結晶集めで、ちょっと有名なクエだね。スキルは、ウカム戦と変わらずです。高耳と耐震が完全にいらないスキルになってます。が、正直技物だけあれば G2 までは余裕でしょう。サクッとやっていきますか。初期位置はここだね。このクエ、昔結構回してたから覚えてるよ。ギルクエでシャガルに慣れてなかった時は、恐竜結晶集めといえばこれでしたね。ソロでも3分くらいで周回できてたので、効率としては良かったと思います。それじゃあ、まずはひ弱な原種くんから行くか。一応石は研いでいこう。アルセルタスは、総中根相性良さそうですね。対空してても届くし、車庫入れも追いかけられます。総中根は、こういうちょこまか動くタイプに強いよね。リーチの長さはピカイチだし。手数武器では、双剣と使い分けていきたいな。せっかく作ったしたくさん活躍してほしい。満を持しまくっての登場ですからね。ぜひ終盤環境で暴れていただきたいです。最初の方に話した通りで、虫の育成の影響で G 級後半まではなかなか用意しづらかったからね。もちろん、素のスペックがすでに優秀ではあるんだが、どうしても延長無しないと使う気しなくてな。制作コストも踏まえると適当な武器も作れませんからね。スタートからしてダラ武器以外の選択肢がありません。ダラ武器も G 級強化は G3 までお預けですし、いろいろ中途半端なんですよね。その点、体験やチャークはすぐ戦力になるからな。今の今まで総中根を持てなかったわけさね。あ、もう原種終わったみたいです。1分ちょいの命でしたね。やっぱりダラサル強いわ。アルセルタスが弱いとも言うけど。総合力で言えば頭一つ抜けた武器種ですね。極限がなければガチで天下取ってました。極限との相性は唯一ネックなところだな。リーチの長さが肌になるんだよね。もし、続けて足もやっていくぞ。ここで待ってれば来ることが多い気がす。気が済まんって久々に見ましたよ。4G 発売当時ですら使われてないんじゃないですか。こういう古のネット用語、たまに見るの好きなんだよね。青春ではないけど。我々がネットをたくさん使うようになったのって、ニコ動が出てきたくらいからでしたね。2000年代後半頃までは攻略サイト全盛の時代で、そこでは各サイトで文化が形成されてる感じでした。いわゆるミームみたいなのに触れる機会って今ほど多くなかったよね。知ってる人の絶対数が少ないからこそ、ネット用語使う俺かっけーな雰囲気があったのかも。投稿者ももちろんそのタイプでした。若気の至りということで許していただきたい。さあ、そんな雑談してる間に、アシュもボコボコだ。恐竜化もあっという間に解除してるわ。基本コンボの DPS がバグってますからね。少ない攻撃でも十分なダメージが入ります。ワンボタンあたりの手数も多いので、属性との相性も非常にいいですね。爆破もおまけとしては十分すぎるほど効くよね。属性値300もあれば当然だが。今しれっとまひってましたが、気にせずボタンを連打していきますよ。さすがにアシュは、ほんの少し原種より面倒だな。本当にちょっとだけだけど。アシュ君必死に逃げようとしています。これはどうなるか。ああ、無残にも倒されてしまいました。なんだかんだ3分半くらいで終わりましたね。やっぱり爽快だな、総中根は。一方的に殴ってる時が一番幸せだよ。爆破もあってよくひるんでくれましたね。連続でひるむとあっという間に敵が溶けていきます。さあ、次はどうしましょうか。まだ時間はありますよ。いい機会だし、面倒で放置して卓をやろう。次は少しランクを上げるぞ。次はこれですか。グラビティガの足コンビですね。これあんまり記憶にないんですけど、何の解放クエでしたっけ。これは G 級ボルガノス素材の解放だよ。記憶にないってのもわかるけどね。あ、そういえば、後継にもボル素材ありましたね。印象薄すぎて忘れてました。まず、武器が一切なくて、防具だけなんだよね。で、防具も大して強くない。むしろ、ラバ X より貝の方が有用だよ。ガード性のお持ちだからね。ラバ X は盾使いが発動する代わりに、ガ製がつかないんですね。
他のプラススキルは回復速度に年輪。通りで印象にない。スロットもミスロが3箇所で微妙なんだよね。悪いってほどじゃないんだが。これで画星がついてスロ3の V でもあれば、ガード武器に採用されたかもしれんね。画星持ちの防具は優秀なの多いですからね。エンプレスとかアグナとか。ておい、最初から合流してんのかよ。やめてくれって。まあまあ、闘技場じゃないんで、さっさと肥やしてあげましょう。ただ、このクエは小耳がかなり生きてますね。どっちも方向台をよく使います。特にティガは、コンでやるなら小耳必須だね。ダメージ判定避けても、方向に引っかかりがちだ。小耳があれば、ワンチャン方向後に差し込めたりしますね。体力も低いし、まずはティガと戦っていきましょう。とりあえず、恐竜化解除を目指していこうか。暴れられると厄介だからな。ガードがない武器種は、ティガちょい難しいね。さすがにチャークの方が相性いいと思う。ガード武器は突進をいなせるのが大きいですね。チャークなら方向まで反撃チャンスにできちゃいます。腹に当てたつもりだが赤エキスだ。大々は尻尾だったか。エキス取れる部位っていろんなパターンありますよね。尻尾は緑のイメージがあったんですが。意外と白や橙が取れるやつもいるんだよな。この辺の基準がよくわからん。3色揃える難易度、モンスによってかなり違いますね。特に対抗の高い子は大変です。グラビとかまさにそれだよね。赤が取れるのは頭だけなんだが。部位が高い上に小さいから、めっちゃ取りづらいんだよな。その点、ティガは対抗低くて楽ですね。どの部位も常に狙えます。あ、尻尾取れちゃった。このままでも色は取れるけど。尻尾取れちゃったってサイコミありますね。解除の前に切れましたか。恐竜化ももう解除できる頃合いだと思うけど、さてどうかな。解除できましたね。引き続き弱点を狙っていきましょう。通常クエの個体だから、ある程度攻め気味でいこうか。頭のひるみも取りやすいはずだし。火力が十分なことはすでに把握してますからね。殴れるタイミングでは積極的に行きましょう。突進キャンセルからの方向か。これは種が長いから未練だな。この後隙は後ろ足を狙っていこうかな。前足と違って転倒も取れるし。あ、移動しちゃいましたね。グラビと合流しなければいいんですが。なるべく早く片付けないとな。ティガは5分くらいで終わらせたいぞ。ニエリアムです。先行で止めて頭を一方的に殴っております。やっぱ、ティガは先行に限る。威嚇が来てくれれば殴り放題だ。頭攻撃してるとひるみまくるね。挑戦者にだけで火力十分だよ。爆破もボンボン発生してて楽しいですね。ここからまだ強化を残しているとは。やっぱ、ペダンのスペックって抜けてるよな。手数武器であの性能は他にないからね。爆破が覚醒だったとしても使われるんじゃないかな。倍率と切れ味を両立したコンって少ないんだよね。実際、タチとかは陽覚醒ですが、ダラ武器強いですもんね。お、これは弱ったか。もうすぐ5分経つところでした。ギリギリ目標圏内って感じですか。よーし、ティが終わったぞ。安定はしてるけど、めちゃくちゃ速くはないな。弱徳なしだと限界がありますね。十分強いんですけど。それじゃあ、グラビ行きましょう。いたね。穏やかな景色にいると、すごい存在感だな。もともと真っ黒で威圧感ありますけど、恐竜化でさらにいかつくなってますね。では、進撃を解いて戦闘スタートです。この子は石の切れ味補正が重要ですね。進撃は切れ味補正を強化する効果があるからね。白でも足に弾かれなくなる。進撃の効果中に片方だけでも壊したいね。それ以降劇的にやりやすくなるよ。無事に片方壊せたようです。爆破が起きなくてもいけるもんですね。戦闘中も弾かれないんで殴り放題です。手応えは全然ありませんが。恐竜化の解除値はしっかり溜まってるはずだ。一気に解除させるぞ。お、いけましたね。いいモーション値してます。あとは、とにかくゴリ押ししていこう。爆破もあることだしな。グラビは爆破が少し通りやすいですね。耐性も高くないので有効と言えます。体力も高くないはずなので、足ダウンを繰り返していれば終わるでしょう。ついでに乗りもさせていただく。小耳があるから楽々だぜ。対ウカムの小耳はお守り程度ですが、汎用装備としては有用な構成になりましたね。3色揃えても方向台は防げないので、つけるとしたら高級耳栓になります。根持つ時って結構高級いること多いんだよね。グラビとかバサルとかジョーとか。ウカムみたいなデカブツもそうだな。あいつらは大体が方向台だ。
超大型系は今持っていくこと多いですね。スペックでゴリ押すのが一番楽だったりします。我々は基本的に体験と総中根を使い回して、ガードやスタンが有効な相手に邪悪を持ってますね。近接のパワー的にはこの3つ使えりゃ OK だね。4G を遊ぶ上では外せないだろう。これらは使ってて楽しいのも大きいですね。それぞれ違った面白さがあります。それ以外が面白くないわけじゃないんだけどね。クリア時間が伸びるとしんどくなっちゃうからな。逆に言えば、強さを実感すれば、その後愛着が湧いたりもするしな。我々はモンハン以外のゲームでもそう感じるタイプです。強いキャラは不思議と見た目もよく見えます。もちろん、強さ以外の愛で武器を使い続けるのもすごく素敵なことだと思うけどね。そもそも 4G はもはやソロゲーですから、それぞれ好きなように遊べばいいですしね。4G は難易度とか仕様との噛み合いがネックだが、いわゆる弱武器でもクリア自体は問題ないからな。最近始めたり再開した人もそれなりにいるみたいだし、それぞれのペースで楽しめるといいよね。たまにそういうコメントいただくと嬉しくなりますよね。遊んでるの我々だけじゃないんだって。そうだね、別に遊んでるのが自分だけだったとしても気にしたりはしないんだが、他にも遊んでる人がいるって思うと謎の仲間感を感じたりするんだよな。 3DS のオンラインが終了してもうすぐ1年ですか。このつながりは大切にしたいですね。そう考えると時間経つの早えな。1年前は動画作るなんて想像もしてなかったわ。さて、その後も特に問題なく、さすがに安定してますね。ガスがあるからちょっと触りづらいけど、こんの機動力であればなんてことないね。やっぱり最初に足壊しきったのが大きかった。足のダウンは長いこと殴れるからね。壊さない限り、白だと弾かれちゃいますからね。心眼が用意できないうちは殴る部位だけ慎重に見ないといけません。なんか唐突に終わった。なんだかんだ弱ってたのか。タイムは13分台でしたね。移動を加味しても意外とかかっちゃいました。最低限のスキルしか積んでないので、こんなもんかという気もしますが。言うても、グラビには水属性が一番だからね。爆破だとこんなもんじゃないか。いずれにせよ、苦労して作った武器だったから、ちゃんと使えそうで安心したよ。ダラ系のマラソンはだいぶ時間かかりましたからね。それに見合ったものでよかったです。それでは、コンパートは締めに入りましょうか。ようやく、このシリーズでコンを持つことができた。まさか39パートもかかるとはな。最初から延長虫にできるまでは作らないと決めてましたからね。虫自体はもう少し前から用意できましたが、費用対効果を考えてここまで伸びちゃいました。ダラサルは今後、イベクエ編までかけてたくさん活躍してほしいね。ですね。今の段階でも十分強いですが、ペダンに強化できるのが何よりの強みです。それまでは極限強化もお預けですが、我慢してもらうとしましょう。だね。今後にも今ご期待ということで。ほいじゃ、次の動画で。またね。